何が出るかな。かわいい。こんにちは、ロビンです。テルルだよ。最近ほぼ毎日必ずと言っていいほど AI という言葉を耳にしますね。世の中もう何にでも AI だな。実は私たちの体も半分は手書きのイラスト、もう半分は AI で生成したイラストをもとにライブ 2D とウェブカメラで動かしています。絵心が全くなくても自分好みのキャラクターイラストが作れるようになるのが今話題の画像生成 AI です。例えばこんなスケッチタッチのイラストや写真のようなイラストも全て AI で生成しています。そしてこんな無夫婦なイラストも作れちゃったりします。今回は数ある画像生成 AI の中から今最も人気のステーブルディフュージョンと呼ばれる AI をローカル環境に構築して実行するステーブルディフュージョン WebUI オートマチック1111の導入方法と使い方について紹介します。23年2月時点での使い方なので今後の更新で変更になる可能性があることはあらかじめご了承くださいね。導入にあたってまず必要なもの、パッチョコン。ただし要求スペックはそれなりに高くて OS は Windows 10以降のもの。Win7 や Mac、Linux 環境でも構築できるようですが拡張機能の多くが1011環境で作られているようなので10以降の Windows を推奨します。 OS がわからないって時はどうすんのさ。デスクトップで Windows キーと R キーを同時押しします。ファイル名を指定して実行というダイアログが出てくるのでそこに DXDIAG と入力してエンターを押します。すると DirectX 診断ツールが起動するので1ページのシステムタブの中ほどオペレーティングシステムの部分に見ることができます。本動画では Windows 11 64ビット版を前提にお話しします。前提その2、ブラボー。そして NVIDIA 製のグラフィックカードも搭載している必要があります。加えて最低でもビデオメモリ 4GB 以上は積んでいないと厳しいです。ブラボもさっきの診断ツールのディスプレイタブで確認できるぞ。イラストを生成するだけなら 4GB で動きますが学習機能を利用する場合は 12GB 程度あるのが理想です。前提その3、空き容量。ドライブの空き容量は 30GB 程度は確保しておいた方が良いかなと思います。これは口述するモデルの容量が1個あたり 5GB 程度とかなり容量を食うためです。あとハードディスクだと遅すぎて頭が剥げ上がるから SSD へのインストールを推奨するぞ。最後に忘れてはならないのが拡張子を表示しておくこと。 Windows キーと E キーを同時押ししてエクスプローラを表示します。表示からファイル名の拡張子にチェックを入れておきます。これで画像ファイルなら .jpeg や .png、 音楽ファイルなら .wav、.mp3 等が末尾に表示されます。ファイルの種類が一目でわかるってわけだな。前提条件はこんなところです。ここに3年以内に購入したゲーミング PC であればだいたい満たしているかなと思います。早速インストール。 GitHub のオートマチック1111さんのページにアクセスします。英語わからないね。ページの真ん中あたりにインストラレーションオン Windows という項目があります。インストールにあたって事前に必要なものが3つあって1つはプログラミング言語の Python。 作者がバージョン 3.10.6 って言ってるから間違えないようにな。リンクを貼ってくれているのでクリックして PythonOrg のダウンロードページに飛びます。いろんなバージョンがあって混乱する。コントロールキーと F キーを同時押ししてページ内検索ダイアログを表示します。ダイアログに半角で3ピリオド10ピリオド6と入力します。すると当該バージョンまで飛べるのですぐ下にあるインストーラー64ビットをクリックしてダウンロードします。バージョンが違うとエラーが出たりするから注意してね。ダウンロードできたらファイルを実行します。するとこのような画面が出てくるので一番下の @python2pass にチェックを入れておきます。忘れずにチェック入れておくんだぞ。これはインストールした Python の場所を記憶させておくことでプログラム中にいちいち長い住所を書かなくてよくするためのものです。手紙に何丁目何番地って書かなくても宛先に Python さんちって書けば届けてくれるってわけだな。インストール Now を押してサクセスと出たら完了です。やったー。良い機会なのでコマンドプロンプトを使ってインストールされた Python のバージョン確認をやってみましょう。コマンドプロンプトってなんじゃらほい。デスクトップで Windows キーと R キーを同時押ししてそこに CMD と入力します。スーパーハッカーが使うやつだ。そこに Python スペースバージョンと入力することで確認できます。 3.10.6 って出ればちゃんとインストールできているぞ。閉じるときは EXIT と入力するか右上の×をクリックします。これはコマンドプロンプトといって後でまた使うから覚えておいてね。そして必要なもの2つ目は Git です。
これもオートマチック1111さんから飛んで、一番上のクリック Here to ダウンロードをクリックします。64ビット版 Windows 用の最新安定版がダウンロードされます。ダウンロードできたら実行して、脳死で NEXT を押していけばいいぞ。Python と Git を導入できたら、Stable Diffusion WebUI のインストール場所を決めます。自作のサガで C ドライブにはインストールしたくないので、今回は D ドライブ直下に新規フォルダを作って、その中にインストールしてみます。D ドライブを開いて、右クリックしてフォルダを新規作成、Stable Diffusion と今日の日付を入れてみました。注意！この時フォルダ名に日本語などの2バイト文字は使わないでください。これは外国製のソフトウェアを導入する際の太古からの言い伝えで、ルートフォルダに日本語などの全角文字が入っていると、インストールに失敗したり、仮にうまくいっても後々拡張機能の導入時にエラーが出る場合があるからです。ソフトをインストールする際は、フォルダ名は半角英数字って覚えておくといいぞ。ちなみにこのインストールフォルダは今後頻繁にアクセスすることになるので、デスクトップあたりにショートカットを作成しておくことをお勧めします。インストールするフォルダができたらそのフォルダの中で、エクスプローラのアドレスバーの空欄部分をクリックします。そしたら CMD と入力します。これでこのフォルダの位置でコマンドプロンプトが開きました。さっき Python のバージョン確認で使ったやつだな。オートマチック1111さんのページにある Git クローンから .git までを選択してコピーします。コマンドプロンプトに戻って、コントロールキーを押しながら V キーを押してペースト。これは D ドライブの中にあるさっき作ったフォルダの中に、オートマチック1111さんのページからファイルを複製するという意味だな。エンターを押して実行します。ダンと出てカーソルが最初と同じようにピッコンピッコンしたら完了です。EXIT と入力して終了してくれ。フォルダに戻るとファイルがたくさん生成されているのがわかると思います。これが Stable Diffusion WebUI オートマチック1111のファイル一式となります。一式揃ったからいよいよ起動だな。実はまだ使えません。オートマチック1111さんのページには書いてないのですが、最低1つモデルを入手しておく必要があります。モデルは生成するイラストのテイストを左右するもので、アニメキャラのイラストが得意なもの、実写風イラストが得意なものなど、モデルごとに得手不得手があるので目的に合ったものを用意します。どのモデル使うんだ？今回はアニメ系イラストの定番モデルであるエニシング V3 の後継とされるエニシング V4 をインストールしてみたいと思います。モデルを入手しよう。ブラウザでハギングフェイスと検索し、ハギングフェイスにアクセスします。ハギングフェイスの検索窓にエニシングと入力します。すると候補がいくつか出てくるので、アンダイトさんのエニシング V4 をクリックします。ページをスクロールしてみるとサンプルが貼ってあって、このようなイラストが生成できるみたいですね。かわいい。男の子や風景画も得意としているようですね。上のファイルズ&バージョンズをクリックします。公開されているファイル一覧のうち、拡張子がドットチェックポイントまたはドットセーフテンサーズとなっているものがモデルです。だいたい容量がギガ単位のクソデカファイルのやつだな。空き容量を確保しておいた方が良いという理由がここにあります。さっき拡張子を表示できるようにしたのも、落としたファイルを識別できるようにするためだね。この方はたくさんのモデルをアップしているようで、エニシング V3 や V4、V4.5 などがあるようです。どれ選べばいいんだ？今回は V4 の中からプルーンドセーフテンサーズ版を選んでみます。多くのモデルにはフロートポイント16版、フロートポイント32版、プルーンド版、セーフテンサーズ版、そして無印のフルサイズ版などが用意されていますが、はっきり申し上げて違いはあまり感じられません。そのためセキュリティと容量のバランスからプルーンドセーフテンサーズ版が好まれるようです。これらの表記があるものを優先的に選んでおくと良いでしょう。ここを押すと自動でダウンロードされるぞ。ダウンロードできたらそのファイルを先ほど展開した WebUI のモデルフォルダの中に入れます。D ドライブ、さっき作ったフォルダ、その中に Stable Diffusion WebUI というフォルダができているので開く。中に Models というフォルダがあるので開く。Stable Diffusion というフォルダを開く。ここに入れます。グッドチェックポイントヒア。つまりここにモデルを受けって書かれたメモが置いてあるから分かりやすいな。このようになれば OK です。ここはモデルを格納するフォルダで、新モデルインストール時にまたアクセスすることになるので覚えておきましょう。初回起動。起動準備ができたので初回起動を行います。展開したファイルの中に WebUI-user.batch というバッチファイルがあります。これが起動時に使用するファイルになります。
ダブルクリックして実行すると怪しい画面が出て自動で起動準備が始まります。完了までしばらく待機だぞ。初回起動は時間がかかります。待ち時間はマシン性能にもよりますが、10分から1時間程度かかる場合があるようです。しばらく待った後、ランニングオンローカル URL to create public link と出たら起動準備完了です。やったー。この画面は閉じずにそのままにして、HTTP から7860までをマウスでなぞって選択します。そしたらコントロールキーを押しながら C キーを押してコピー。ブラウザの URL 欄にコントロール V で貼り付け、エンターを押してアクセスします。これが WebUI の操作画面です。このページはそのままお気に入りに登録しておきましょう。登録しておくと次回以降の起動が楽だぞ。早速 HH 画像を量産するぞ。詳しい使い方は置いておいて、まずは動作確認を行います。画面左上にステーブルディフュージョンチェックポイントという小窓があると思います。これが現在使用中のモデルになります。そこに先ほど導入したモデル名が表示されていることを確認したら、右側にあるオレンジ色のジェネレートボタンを押してください。しばらく待っていると画像が1枚生成されます。なんだかモヤモヤしたの出てきたぞ。モヤモヤが出力されたら動作確認成功です。ちゃんとインストールがうまくいっていて使える状態になっています。やったー。早速 HH。動作確認ができたので、WebUI の終了の仕方と次回以降の起動方法について説明します。終了するときはブラウザとプロンプト画面を閉じるだけです。まあそのままやな。起動方法は先ほどと同じく WebUI ユーザーバッジファイルをダブルクリックして実行。プロンプト画面が起動するのでまたしばらく待って、同じようにクリエイトパブリックリンクと出たのを確認してから、ブラウザのお気に入りから WebUI を呼び出します。起動するときはちゃんとバッジファイル、待機、ブラウザでアクセスの順番でやる必要があるってことだな。必須ではないのですが、ちょっとおまけとして Xformers を入れておきます。WebUI を終了した状態で、先ほどのバッジファイルを右クリックして、その他のオプションから編集を選択します。するとバッジファイルをメモ帳で開くことができます。その中にあるセットコマンドラインアーギュメンツの末尾に-Xformers と入力します。これを記述しておくと画像生成が若干早くなるぞ。できたら保存して終了します。これで次回以降の起動時に自動的に Xformers が適用された状態で起動されます。使ってみよう。無事に導入できたので実際に使ってみましょう。まずざっくりとインターフェースについて説明します。先ほどの左上のモデル名の下にいくつかタブがあるのがわかると思います。このタブでそれぞれできることが違うってわけだな。デフォルトで開かれているのがテキストトゥイメージタブ。数字の2は英語の2だぞ。つまりテキスト、文章から画像を生成するって意味だな。略して T2I なんて書かれたりもします。その隣がイメージトゥイメージ、画像から画像を生成する機能です。こちらも略して I2I と書かれたりします。一部分を修正するインペイントと呼ばれる機能もここに含まれます。次にエクストラタブ。主に画像のアップスケールで使用します。拡大方法と倍率を指定してやるだけでできるのでお手軽です。次に PNG インフォタブ。これは PNG 画像に刻まれている情報を閲覧する機能です。ステーブルディフュージョン WebUI で出力した画像には、どのような設定で出力したかの情報が刻み込まれています。その情報を閲覧して、再度テキストトゥイメージで出力し直す時などに使います。他の人が作った AI 画像の設定を除いたりにも使えるね。続くチェックポイントマージャータブとトレインタブは上級者向けの機能です。チェックポイントマージャーはその名の通りモデルの合成機能です。例えばアニメイラストが得意なモデルと実写系が得意なモデルを組み合わせて両者の特徴を併せ持ったモデルを作ることができます。合体させたモデルのことをマージモデルと呼んだりするぞ。トレインタブは学習機能です。好きな作風を追加学習させたい時などに使います。学習方法にはハイパーネットワークやドリームブース、最近話題のローラなどの方法がありますが、ちょっと難しいので最初は気にしなくても大丈夫ですよ。隣のセッティングタブはその名の通り設定。エクステンションは拡張機能を追加インストールするときに使います。今回は基本のテキストトゥイメージの使い方を解説するよ。テキストトゥイメージタブで実際に画像を生成しながら基本的な操作を紹介します。23年2月時点でのインターフェースなので、インストール時期が違うと多少見た目も異なる場合があります。まず立ち上げ直後のデフォルトの状態から操作していきます。テキストトゥイメージタブ内のプロンプトとネガティブプロンプト欄、
ここがいわゆる呪文と呼ばれる指示を記入する場所です。こういう絵を描いてってお願いするところだな。まず上のプロンプト欄にガールと打ってみます。女の子を描いてって意味だな。右のジェネレートボタンを押して出力を待ちます。女の子が出てきた。起動確認で出したモヤモヤよりも明確に女の子になったのがわかりますね。次に笑顔にしてみましょう。プロンプト欄にスマイルと加えてみます。各プロンプトはカンマで区切って入れてね。再びジェネレートしてみると笑顔の画像が生成されましたね。もうお分かりだと思います。プロンプト欄に描いてもらいたいイラストの属性を記述していけば良いわけです。プロンプトイコールみんなの性癖を書くところと覚えるといいぞ。ちなみに出力された画像はインストールしたフォルダ内のアウトプッツフォルダに自動保存されています。これはつまりデカパイタイトスカートとかロリッコスクミズとかも描けるってこと？もちろん描けますよ。例えばこんな風に記述してみます。ガールをウーマンに変えてオフィスレディとタイトスカートを加えてみます。するとところでなんだか画像がスモークがかってるのはなぜなんだぜ。良い質問です。これは VAE が適用できていないからです。アラブ首長国連邦。イラストの質感に影響を与える調味料みたいなものだと思ってください。 VAE を入手しよう。 VAE には2種類あって、モデルの作者がそのモデル専用にデザインして公開しているものと汎用の定番 VAE が存在します。例えば現在使用中の AnySingV4 であればダウンロード元のハギングフェイスのページの VAE.pytorch という小さなファイルが VAE のファイルです。モデル名と同じ名前にしてくれてることが多いから分かりやすいね。定番と呼ばれる VAE には何種類かありますが、今回は本家スタビリティ AI 社のものをインストールしてみます。再びハギングフェイスにアクセスして検索窓にスタビリティ AI と入力すると何番目かに VAE オリジナルというものが出てくるのでクリックします。クリック先のファイルズ&バージョンズに VAE84 万と書かれたファイルがあります。これが VAE のファイルです。84万なので勝手に84倍と呼ぶことにします。また今回もセーフテンサーズ版をダウンロードしてみます。どこにインストールすればいいんだ？ VAE の適用方法には2種類あって自動適用と手動適用があります。ですができれば手動での適用方法を覚えておいた方が良いので今回はその方法で解説します。VAE ファイルを置く場所はインストールフォルダの中にモデルズというフォルダがあり、その中に VAE というフォルダがあります。このフォルダの中に置きます。 WebUI が起動中の場合はブラウザ、プロンプトともに一旦クローズしてくださいね。再起動後セッティングタブを開きます。左の一覧からステーブルディフュージョンをクリック。そこに SD 映えという項目があります。デフォルトだとオートマティックになってると思うぞ。クリックするとプルダウンするのでさっき入れた84倍に変更します。84倍にしたら上のアプライセッティングを押して適用します。これでスモークが晴れるのか？さっきのタイトスカートお姉さんで違いを比較してみましょう。まずは WebUI の PNG インフォタブを開いておきます。インストールフォルダの中のアウトプッツフォルダを開きます。するとその中にさっき生成した画像が保存されています。さっきのお姉さん。このお姉さんを PNG インフォにドラッグ&ドロップします。するとこのように生成に用いたプロンプトやシード値、モデル名が表示されます。Send to T2i をクリックします。これで T2i 画面にプロンプトやシード値がコピーされます。同じ呪文とシード値を使って同じお姉さんを再召喚するわけだな。ジェネレートボタンを押して画像を生成します。おー、鮮やかなお姉さん。 VAE が適用されたことでスモークが晴れましたね。並べて比較してみます。全然違うやんけ。余談ですが VAE はバリエーショナルオートエンコーダの略で AI イラストにおいてはこの比較のようにちょっとだけ仕上がりを変える効果をもたらします。 VAE と PNG インフォの使い方が分かったと思うので T2i の続きです。呪文の書き方を教えてくれるわけだな。呪文、つまりプロンプトの書き方は人それぞれで100人のユーザーがいたら100通りの書き方があります。また使用中のモデルによっても推奨とされる書き方が異なるためこのように書けば絶対という書き方はありません。しかしながら2次元のキャライラストの生成においてはある程度のセオリーが決まっています。呪文を使いこなそう。まずプロンプトは前の方、つまり左の方に書いた呪文ほど強く考慮されます。これは基本中の基本だから忘れないでね。その特性を踏まえた上で品質呪文を先頭に作風、環境、主体などで構成します。後ろ3つは順番を入れ替えても良いですし分けたり混ぜたりしても構いません。ですが品質だけは頭に持ってくるのが無難です。
質呪文ってなんだ？実践的に先ほどのタイトスカートをお姉さんで見てみましょう。先ほどと同じく PNG インフォから T2i に送った状態からスタートです。品質呪文とはその名の通り全体のクオリティを引き上げるためのもので、例としてこのような呪文があります。ほにゃららの部分にはハイやウルトラ、ベストなどの形容詞が入ります。お姉さんの先頭にマスターピースと加えてみます。これでジェネレートしてみると、ちょっと顔っぽくなった。比較してみると大きく印象が変わりましたね。ちょっとバタ臭い感じがする続けてベストクオリティ、ウルトラディテールドと加えてみます。な。エロ広告みたいな顔になったぞ。そしてこれら品質呪文はネガティブプロンプトにも有効です。ネガティブって出してほしくない要素を書くんじゃないの？その通りです。つまり欲しくないダサくクオリティ呪文を書いておけば全体の品質が上がるだろうという考え方です。ネガティブ欄にワーストクオリティ、ロークオリティと加えてみます。むわっとしそうなキャラだな。でも美少女イラストに近づいてきた気がするぞ。比較すると品質呪文の重要性がわかると思います。まず最初のうちはとりあえずマスターピースとクオリティを記述しておけば OK くらいの認識で良いですよ。品質以下も書いてみよう。品質が書けたので作風や環境を足してみます。作風はイラストやスケッチ、水彩や油彩などのタッチのほか、歴史上の有名画家の名前を入れて作風を近づけることもできます。環境は全身像やバストアップ、俯瞰などの構図情報のほか、時間帯や季節、天候であったり、和風や中世ヨーロッパ風などの背景全般を含みます。主体には絵の目的物の属性を書きます。性別や髪型、体型、着衣のほか、表情やポージング、どこで何をしているかなどです。例えばこのように書いてみます。品質の後ろに作風としてスケッチと油彩を追加。主体の部分は、ウーマンをワンガールハズシルバーロングヘアに変更して、銀髪ロングにしてみます。さらに目を強調するためアイラッシュやジュエリーアイなどを加え、ルッキングアットビューワーで目線を向けさせます。最後に環境呪文として屋外、ストリート、夜間としています。銀髪ロングお姉さんのアフターファイブって感じだな。ここのポイントは呪文は単語だけじゃなくて文章で書いても良いってところだね。さらにネガティブプロンプトに怒涛の奇形防止呪文を書いています。この辺は動画の概要欄に書いておくね。これで出力してみます。おー、先ほどと比較します。目が綺麗になって周りも情報量が増えたね。次に設定部分も触ってみましょう。左上のサンプリングメソッドはデフォルトだとオイラーになっています。生成が早いのですがやや大味なので変更します。どれ使ったらいいんだ？カラスとついている下半分のものがイラスト生成で好まれるようです。大体の特徴を概要欄に書いておきますね。今回は 2M カラスにします。試しにメソッドだけ変えて出力したらこうなりました。これは朝中深い。右のステップ数は上げるとディテールが増しますが生成も遅くなります。しかも上げすぎてもあまり変わらないことが多いため20から40くらいが好まれるようです。今回は40にします。リストアフェイスはその名の通り顔を修正するものですが二次元イラストでは怖い顔になるので使いません。タイリングも人物では使いません。ハイレゾフィックスはアップスケーラーとして機能します。下の解像度で生成したものを呪文を考慮しながら高解像度化するのですが設定がマジで沼なので上級者向けです。ビドスとハイトは画像の解像度です。AI は基本的に512で考えているようで大きくしすぎると体が分裂したり奇形が生じやすくなるので注意してください。単体の人物像であれば人間は縦に長いので合わせて解像度もやや縦長にしておくと良いです。バッジカウントは生成を何回行うか、バッジサイズは1回の生成で何枚の画像を生成するか、 CFG スケールはどれだけ呪文に忠実かを表しています。ステップ40、ビドス768、ハイト960で出すとこうなりました。ちょっと足がおかしくなってしまいましたが最初と比べるとその変化がわかると思います。ずいぶん鍛え直したな。同じモデル、同じシード値でも呪文とサンプリング設定が変わるとこんなに変わるんですね。シード値だけランダムに戻して何枚か出力したものがこちらです。こうやって呪文、サンプリング設定を変えながら奇跡の1枚を探し続けるわけですね。あと1枚、あと1枚。この生成沼こそが AI イラストの面白いところですね。あと1枚、あと1枚。ピエーン。どうしたんですか？ちゃんと呪文入れてるのに思った通りに出ないんだけどどうすればいいんですか？ああ、貧乳キャラを生成したいのにモルペコされてしまうんですね。
そんな時は強調構文を使ってみましょう。強調構文、それはつまり強調する構文です。例えば貧乳キャラを出力したい場合はフラットチェストと入れるのが鉄板ですが、思った通りに作用しない場合があります。そんな時はこのようにカッコで囲みます。これでフラットチェストが 1.1 倍で判定されます。なんだってさらにカッコは重ねることができます。二重カッコの場合は 1.1 倍の2乗で 1.21 倍に、30なら3乗で 1.33 倍にとどんどん増えていきます。カッコ内には複数の単語をまとめて入れることもできます。例えばフラットチェストに加えてスキニーも強調したいとします。この場合はこのようにまとめてカッコで囲みます。これで両者とも 1.1 倍に強調できます。そして使う機会は少ないと思いますが、ボックスカッコで囲むと反対に弱くなります。 0.91 倍 0.83 倍といった具合です。これは隠し味的にほんのちょっとだけ要素を入れたい場合に使えるね。そしてカッコをたくさん打つのが面倒な場合は数字で指定する方法も使えます。例えばフラットチェストを 1.3 倍に強調したい場合は末尾にコロン 1.3 と記述してカッコで囲みます。複数の場合も同様に末尾にコロンと数字でカッコで囲めばカッコ内の要素すべてに強調が及びます。さらにタイピングするのすら面倒に感じる人は強調したい単語をマウスでなぞってからコントロールキーを押しながら上下矢印で強弱を設定できます。これがくだ。ちょっと変化を見てみましょうか。例えばまた登場のお姉さんを貧乳化してみましょう。ステータスだからな。適当にフラットチェストと挟んでみます。するとさらにフラットチェスト 1.1 倍してみます。なるほど。ちょっと顔と体が釣り合わなくなってきちゃったね。そういう時はガールをリトルガールにしてみましょう。ふひー、オフィス街の魔法少女やんけ。他の要素との兼ね合いも大事ってことだな。あと注意してほしいのは強調はおおむね 1.5 倍程度で頭打ちになるということは覚えておいてください。またモデルによっては絵が破綻する原因になる場合があるので、絵が汚くなってきたと感じたら抑えるか削ると良いでしょう。何事も塩梅が大事ってことだな。ここまで動画を見た方はもうすでに基本的な使い方ができるようになっていると思います。となると別のモデルも試してみたくなっちゃうよね。ということで最後にいくつかお気に入りモデルを紹介して終わります。まずはエニシング V3、 美少女モデルのベンチマーク的な存在の定番モデルです。本動画では例として V4 を取り上げましたが質感が異なるので甲乙つけがたいですね。エーサートゥンシング、背景の情報量が増した V3 といったイメージのモデルです。個人的にはスケッチプロンプトを聞かせた時に V3 よりもアウトラインがはっきりとしたラフ画を作りやすいモデルといった印象です。セブンスアニメ V3、 質感が異なるバージョンが複数あり、これは V3C というモデルです。繊細ながらアウトラインがしっかりしており、かつサイドが抑えめなので VAE 変更時の変化を捉えやすいという特徴があります。アビスオレンジミックス3、顔面解像度高めの高品質モデルです。吸い込まれそうな瞳。デフォルトだと淡い感じの質感ですね。ドールのような美少女イラストが好きな方には刺さるかもしれませんね。カウンターフェイト V2.5、 繊細なタッチの美少女モデルです。輪郭にエニシング系にはない特徴があるモデルで、外国人が考える萌え美少女といった印象のモデルです。これも背景が綺麗で有名だな。パステルミックス、これはエニシング V4、 V4.5 と同じ方が公開しているものですね。ビビッドな感じだな。パステルで描いたかのようなタッチが特徴的なモデルですね。とにかく原色が映えるモデルで、風景画も絵画みたいで美しいです。プリントアウトして飾れるレベルだな。バジルミックス、アジア系に特化した実写風モデルです。なんかこういろいろはかどるモデルです。人間の頭身に合わせて解像度をうまく調整してやるなど、綺麗に出力するにはちょっと扱いが難しいモデルでもありますね。本動画で取り上げたモデルはほんの一部です。 AI イラスト界隈は非常に進歩が早く、今この瞬間も世界のどこかで新作モデルや新しい拡張機能が公開されています。皆さんもお気に入りのモデルを探してみてくださいね。本日はこの辺りで、また来週。歯磨けよ。